視聴者様のリクエストで抱っこ紐はどのように使い分けているのとツイッターにダイレクトメールが届いたので、今回の動画は抱っこ紐の使い分けを紹介します。あくまでも参考程度に。僕、今からエルゴと古い、おんぶ紐を使うからな。これが古いおんぶ紐で、これがエルゴです。いつもうちの場合は、この2種類を使い分けていますね。こっちが主に散歩するときとか、お出かけ用で、こっちが、料理するときとか。もう最近は使ってないんだけど、たまに泣いたりしたときにこっち使うね。それでは今から使い分けたいと思います。ちょっと八三取るね。古いおんぶ紐からね。これコツってあるよね。今日は俺はやらないからね。じゃあおんぶするからね。まずソファーの上にこう座らして、足を通して、じゃあちょっとこれ腕通すね。古いタイプはね、ここがね、ほんと大変なんだよ。ここがちょっと慣れるまではこれが大変なんだよ。重たいからね。はい。これ調整して、ちょっと待って、ゆっくりやって。で、あとはこの左右の紐を通すだけ。この時なんか注意することってある？この紐がうん、この脇の下に通ってること。この赤ちゃんのこの脇の下ね。これ下取っちゃらダメなんで、この上を通さんといけないです。最初はでもね、ここ見えないんだよね。通ってるかな。通ってる。ちょっと待って。オッケーオッケーオッケー。これでこのままだいたいもう泣いとる時、ひどい時はもうこのまま家の中でおんぶしてます。交代で。じゃあ下ろしてみて。じゃあ下ろすね。次は下ろします。下ろす時もこうソファーの上に一旦置いて、紐を外して、でそのままあとは外すだけで終わり。この古いタイプも慣れりゃ簡単っちゃ簡単なんだけどね。ただここがね、細いもんでね、肩にかなり負担がくるよね。グーってこうなんかグーって、これ多分ね30分から50分したらもうちょっと限界だね。メリットはね、デメリットはね、メリットは素早くパパパって慣れちゃえばもうできることです。じゃあ次エルゴ行こうか。僕、じゃあ次エルゴな、抱っこな。はい、抱っこ紐。はい、じゃあ今から抱っこ紐使います。これは旧タイプとどう違うの？これ簡単さ。まずこれちょっと装着するのにこっちよりはちょっと時間ちょっと待って、ゆっくりやって分かりやすいね。ちょっとはい、装着してみて。まずここ留めるところをちょっと待ってよ。そう、ここを、はい、こうしてそこを通して、でここをで前に回すと。でもこれ一番最初ってあれだろ、全部調整しんでかんだろ。もうこれ全部調整しとるもんで今スーッとできとるんだろ。調整するときにどこ調整する？ここの長さ、そこベルトみたいにそこを伸ばすんだな。あとこことかここ、肩のね、肩の調整ね、あと縮んだり長くしたりね。あとバックルとか、バックルって何？ここ最近だとニュースでバックルを外されそうになったりそうになったとかあるでしょ。それは分かってるけどね、知らない人もいるから。はい。で、まずはでさっきここで止めたのを後ろに持ってきて、で今この状態で、最初の頃は最初からそうやって撮ったな。で、よいしょ。これはもうさっきの抱っこ紐と違ってここの中だな。では、
この上じゃないもんな。うんうんであとはそこの最後パックルか。はいストップで最初ここってゆるゆるなんだよな、この辺なんで調整すればいいんだよね。ここうん調整するときどうやってやる？最初の時はここここで伸ばすってことだな。調整するのな。でちょっとゆるい感じぐらいがいいってことだね。これ今コート着た時用に合わせてるもんでちょっと緩めになってる。そうかそうか。うんコート着とるもんで着とる時は用になってるもんでここちょっと分厚くなるもんでゆるくなっています。でうちの親はこれ抱っことおんぶもできるんだけど、もうおんぶやっちゃうとまだ切り替えしないといかんもんで、それがめんどくさいもんで、こっちを2つ使い分けてますね。もうこれも買っちゃったもんで使わんともったいないと思って2つ使い分けています。でやっぱしこの肩幅がねエルゴはね広いからね負担がかからないんだよね全然。でもそれでも1時間以上はちょっと無理だな。ちょっとね辛いかな。さすがに1時間あと赤ちゃんにこういうところに負担かかっちゃうね。1時間以上もおんぶしちゃうと。まあこんな感じでエルゴと、古いタイプの抱っこ紐を、おんぶ紐を使い分けています。よしじゃあ散歩行くかついにな。